みんな、こんにちはなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はアジアの宝石、シンガポールについて紹介するのだ。実はね、シンガポールの名前って、ライオンの都市って意味なんだ。でも、歴史上、野生のライオンは一匹も住んでいなかったらしいのだ。聞いて驚くのだ。そして、今日お届けするニュースは全部で3つなのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。中国、武力孤児を経て2027年までに台湾侵攻の準備は整ったかという、とっても気になる記事なのだ。中国が新型兵器を披露したり、世界最速で核兵器を増やしたりと、ものすごい勢いで軍事力を強化している現状について、深く掘り下げていくのだ。これが台湾や日本の安全保障にどう影響するのか、そして世界が直面する核の悲劇にどう近づいているのか、一緒に考えていくのだ。見逃せないニュースばかりだから、ぜひ最後まで見てほしいのだ。あと、面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、みんな、一緒に世界の今を見ていくのだ。皆さん、今日は東南アジアの輝く宝石、シンガポールを紹介するのだ。マレー半島の南に浮かぶ小さな島国で、首都も同じくシンガポールなのだ。人口は約590万人と多くないけれど、その歴史はとても興味深いのだよ。1965年に独立して以来、クアンユー初代首相のリーダーシップのもと、急速な経済成長を遂げた共和制国家なのだ。この国は、金融、貿易、観光が主要産業で、世界有数の国際金融センターとして知られているのだ。街中が緑にあふれていて、ガーデンシティとも呼ばれる美しい都市なのだ。中華系、マレー系、インド系など多様な民族が暮らし、食文化もとっても豊かなのだ。ホーカーセンターでの食べ歩きは外せないのだよ。最近では、持続可能な都市開発や AI などの先端技術導入に力を入れているのだ。未来を見据えた発展が続くエネルギッシュな国なのだ。ぜひ一度訪れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。アリアナ・グランデとレディー・ガガ MTV-VMAs で受賞とパフォーマンスを披露し輝くという記事なのだ。MTV-VMAs が大盛り上がりだったのだ。アリアナ・グランデさんとレディー・ガガさんが大活躍したのだ。アリアナさんは年間最優秀ビデオと最優秀ポップビデオの2冠を達成して、セラピストとゲイの人たちに感謝でスピーチで会場を沸かせたのだ。レディー・ガガさんは年間最優秀アーティストに輝き、パワフルなパフォーマンスも披露したのだ。アーティストとしての責任や、ファンの皆、そして婚約者さんへの深い感謝を伝えていたのだ。かっこいいのだ。マラヤ・キャリーさんはビデオ、ヴァンガード賞を受け取って、アリアナさんから、私たちの人生のサウンドトラックで称賛されたのだ。キャリア20周年アルバムの曲も歌ってくれたのだ。そして、コージー・オズボーンさんには、ロック界の大物たちが集まってヒット曲を演奏し、その功績をたたえたのだ。オジーよ永遠に、で叫んでたのだ。バスタ・ライムスさんは、初のロック、ザ・エルズ・ビジョナリー・アワードを受賞して、亡くなったなんだ。ルイスさんを偲んだのだ。リッキー・マーティンさんも初のラテン、アイコン賞を受け取って、40年のキャリアを振り返り、音楽が国境を越える大切さを語ったのだ。ELACKPINK のロゼさんとブルーノ・マーズさんは年間最優秀楽曲、アレックス・オーレンさんは最優秀新人、コールドプレイさんは最優秀ロック賞だったのだ。みんな、おめでとうなのだ。二つ目のニュースなのだ。考察、2025年総選挙、有権者の真意はどこにあったのかという記事なのだ。EE2025 では与党 PAP が票を大きく伸ばし、野党が苦戦したのだ。iPS の調査によると、高齢者や経済的な両極端の層が PAP を強く支持したことが分かったのだ。
有権者は生活費の高騰を懸念していたけど、DAP の得票率が上がったのは、彼らが良くて効率的な政府を求め、トランプ氏の関税発表という危機から安定を求めて PAP に投票したからだと考えられているのだ。シンガポールの選挙は近年、有権者が大きく投票先を変える変動性が特徴的なのだ。これは有権者が特定の政党に強く縛られず、政策や候補者、外部環境によって判断を変える傾向があるためなのだ。この変動性は政党に常に有権者とのつながりを保ち、期待に応える努力を促す良い効果があるのだ。与党 PAP は慢心せず、野党も有権者の信頼を得るために常に変化していく必要があるのだ。3つ目のニュースなのだ。中国、武力孤児を経て2027年までに台湾侵攻の準備は整ったかという記事なのだ。中国は2025年の勝利記念日で新型 ICBM、EF-5C を含む未公開兵器を多数披露したのだ。アナリストは、現代史上最速の野心的な軍事近代化だと指摘しているのだ。米国防長官は2027年までの台湾武力侵攻を警告したけど、中国は否定しているのだ。台湾の専門家は、国内経済問題などから習近平主席が今すぐ武力統一しないと分析。しかし、台湾では過半数が防衛予算増額を望み、防衛演習を強化しているのだ。日本も中国を未曾有かつ最大の戦略的挑戦と見て、過去80年で最大規模の軍備増強を進めているのだ。2022年には中国のミサイルが与那国島近くに着弾し、日本の安全保障上の懸念が深まっているのだ。日本は直接防衛義務はないけど、有事抑止のため同盟国と協力する方針なのだ。そして、中国は世界最速で核兵器を増やし、今年は600機に達したのだ。元国連事務総長は、世界が核の悲劇に近づいていると警鐘を鳴らしているのだ。今日はシンガポールの素敵な紹介から、MTVVM 明日の熱狂、そして選挙や国際情勢の真剣な話題まで盛りだくさんだったのだ。小さな島国シンガポールが未来へ進むように、世界も多様な課題と希望を抱えているのだ。これからもいろいろなことに目を向け、一緒に考えていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。